東芝製造のスチームアイロンが調子が悪いそうなので修理してみました。ほとんど同じモデルが今でも販売されているようです。修理の参考になればと思います。問題1、切り替えスイッチが硬い。動きはしますが、引っかかる感じがして硬いです。問題3、電源が時々入らない。電源コードを動かすと通電が切れる現象を確認しました。分解して修理できるのか調べてみます。スイッチ表示部分に隠しネジがあります。針で表示部分をめくってネジを緩めました。スイッチは後ろ側にある電源回路切り替え用の棒と前側にあるスチーム切り替えスイッチの棒を動かしています。今取り外したのは電源回路切り替え用の棒です。この棒はスチーム切り替え用の棒です。錆びた部品が散らばっていました。問題2、スチームが出ない時がある。スチームモードにしてもスチームが出ないことがあるそうです。スチーム切り替え棒の動きが悪いので、これが原因だと思いました。このシャフトの先にゴムがついていて、水タンクの水をスチーム装置に流すときには上がります。スチーム切り替えスイッチがオフの時には、このシャフトは下に押し付けられています。スチーム切り替えスイッチがオンの時には、上から押される力がなくなり、シャフトの下のバネの力で上に上がります。シャフトを歯ブラシで掃除して、先端のゴム栓部分にシリコングリスを塗りました。シャフトの入る穴にも、サビの粉が散乱していたので掃除しました。シャフトと穴の中の汚れを取り除いたら、シャフトがスムーズに動くようになりました。シャフト周辺にサビの粉や部品の残骸が散乱していた原因が分かりました。中央にあるネジが錆びて崩れていました。水タンクを外して錆びたネジを取り除きます。水タンク下の黒いゴムの小さな穴にシャフトのゴム栓がはまり、水を止める構造です。赤いゴムの部分がスチーム装置への水の入り口です。水タンク側との密着が悪いと水漏れの原因になりそうです。きれいに掃除してシリコングリースを塗りました。電源オン表示ランプ部分です。電源オフまたはアイロン温度が上がり、自動的に回路が切れるときには点灯しません。一度組み立ててスイッチが正確に動くようになったか確認します。
スイッチ部分にも錆の粉が散乱していました。きれいに掃除してシリコングリースを塗りました。錆びたネジがあった部分には、防水処理のために耐水耐熱スポンジを詰めておきました。棒とスイッチが当たる部分にもシリコングリースを塗りました。スイッチの動きは軽くなり、スチーム切り替えシャフトも正常に上下するようになりました。次は通電が不安定な電源コードを交換していきます。電源コードを端子部分から取り外します。検電テスターで電源コードが断線してないか確認します。片方の電源コードが曲げると通電しなくなっていました。電源コードを交換します。元の電源コードから端子を取り外しました。新しい電源コードを端子にハンダ付けします。電源コードを曲げてもきちんと通電するようになりました。これで修理完了と思いましたが、まだスチームが出ないことが判明しました。スチーム発生装置を調べるために再び分解しています。
先端の赤いシーリングがされている部分がスチーム発生装置です。壊れようがない単純な構造のようでした。スチーム発生装置の中が水垢等で詰まってしまってないか確認します。シリンジに水を入れて水タンク接続部分から勢いよく水を注入しました。砂粒がたくさん出てきました。この作業を繰り返し行いました。先端の穴から水がなかなか出るようにならず大変でした。先端の穴からも水が出るようになり、スチームも出るようになりました。これでしばらくはまだこのアイロンは使えるかもしれません。